皆さんこんにちは。聞く日本語のあずさです。今日はフリートークの形でお送りしています。私が普段日本人同士で話すときと同じスピードで話しています。なのでちょっと聞き取りが難しいと思う人は英語と日本語の字幕があるのでそれらを活用してみてください。では早速始めたいと思います。今日のテーマはネイティブスピーカーと話すときに緊張するこの解決策です。いやー、ネイティブと話すときってめっちゃ緊張しますよね。私も本当にその経験はあるんですけれども、いやー、何をしても緊張する。でこれは本当にどの言語を勉強している人にも共通の悩みなんじゃないかなと思います。で私はその緊張する理由って人それぞれだと思うんですけれども、いろんな理由があって、でその理由は大きく2つに分かれていると思うんですね。でその理由の1つ目っていうのは、まずとにかく自信がない、その言語を話すことについて自信がないということです。これについて私の体験談も少しだけお話しさせてもらいたいと思います。私は今ドイツに7年間住んでいるんですけれども、7年も住んでて毎日ドイツ語を使っているのに、未だにスーパーのお肉屋さんでお肉を注文するときに緊張しちゃうんですよね。で私が何か言ってお肉屋さんが何ですかっていう反応されるのが怖いんですよね。なんかドイツ語でパードゥンのことってWie bitteって言うんですけども、このWie bitteを聞くとなんかすごく傷つくっていうか、わかりますかね。自分のドイツ語伝わらなかったってすごいがっかりしちゃうんですよね。でそれがあると次どんどん話しづらくなっちゃう。でそれはなんでかっていうと自信がなくなっちゃったからなんですよね。でこういうこと多分皆さんも経験したことあると思います。2つ目の理由は会話を続けることが難しいからだと思います。でネイティブに話しかけるのはいいんだけども、相手から何か返ってきてまた返すじゃないですか。でこのやり取りキャッチボールを続けることって結構難しいんですよね。でこれが緊張しちゃう理由にもなってると思うんです。で私の体験談で恐縮なんだけども、ドイツに留学してた時にダンスのクラスに通ってたんですね。で私はその時にドイツ語はある程度話せていました。でドイツ人の友達が欲しかったんで、そこにいるドイツ人の人たちにいろいろ話しかけてたんですよね。でしばらく会話は続くんですけれども、ちょっとすると相手が結構つまらなそうな顔をし始めるんですよね。でなんか楽しませてないなってなると、だんだん会話が続けづらくなってきて、それでやめちゃう。で何を話していいか分からなくなっちゃうという経験をしたことがあります。皆さんもそういう経験ないですか？なんか相手がつまらなそうにしてるとなかなか会話って続くのが難しいし、そもそもなんで相手をつまらなく感じさせちゃうのかなっていうところにも原因がありそうですよね。ということで以上の2つの大きな理由を話しました。自信がなくなることと会話を続けるのが難しいということで、この2つの理由をもう少し詳しく見て4つの原因に分けてみました。でなんでこの2つが起こるかの原因なんですけれども、1つ目は語学力の不足です。これはシンプルにその言語の能力が足りていないということです。で2つ目が経験の不足です。その言語を話すことについての経験が足りていない。で3つ目が話題の不足です。何を話していいかわからない、そもそもの話題が見つけられていない状態ですね。で最後は話す相手の理解の不足です。だからこちら側だけじゃなくて相手の理解も不足しているよということですね。でこれの4つの原因について一つ一つ詳しく説明したいと思います。
まずは語学力の不足。これは単純にインプットが足りていないということですね。だからその文法の勉強とか単語の勉強とか、それからリスニングの勉強とか、これらのインプットをしないとやっぱり次にアウトプットとして出すものがないんですよね。なので、インプットの重要性っていうのはもう皆さんもよくご存知だし、聞く日本語のリスナーの皆さんはすごく頑張り屋さんだから、もう皆さん一生懸命毎日文法とか単語とか勉強してると思うんです。なんでこの重要性については私から今日説明することはしないでおきたいんですけれども、とにかくまずはインプットをしないと何も始まらないということですね。これが一つ目、語学力の不足についてです。で、続いて経験の不足、これについて見てみましょう。これは一方でアウトプットに関係する話です。だから、日本語を皆さんの場合は勉強して単語もいっぱい知ってて文法も、勉強してるんだけども、それを実際使うことができないという状態ですね。で、これはなぜかというと、単純に使ってみる経験が不足しているからなんですね。で、この経験っていうのは私の中では成功体験のことだと思っています。で、皆さんに想像してほしいんですけれども、例えば皆さんが昨日往復っていう言葉を新しく勉強したとします。で、この往復っていう言葉を次の日に電車のチケットを買うときに実際使ってみました。往復のチケットをください。で、そしたら、相手がはいわかりましたって言ってくれると、あ、よかった、昨日覚えた単語使えた、通じたってちょっと嬉しい気持ちになるじゃないですか。で、これが成功体験なんですよ。どんなちっちゃなことでもいい、あ、よかった、嬉しいっていうこの気持ちを少しずつ積み上げていくことで、それをコンスタントに行っていくことが最終的に自信につながってくると思うんですよね。で、逆にこれがないと、経験が不足しているので、なかなか相手に話そうっていう話そうっていう力が湧いてこないと思うんです。これが2つ目の経験の不足についての、話です。それから3つ目、話題の不足。これはシンプルに共通の話題がない人と会話を続けるのって難しくないですか？で、これって例えばネイティブスピーカーとノンネイティブスピーカーの間だけに起こる話じゃなくて、ネイティブスピーカー同士でも起こる話だと思うんですよね。なんかすごい、例えば皆さんの友達で会話が盛り上がる人とそうじゃない人っていると思うんですよね。で、それは単純に共通の興味とか趣味を持っているかどうかで決まると思います。で、逆にその会話が盛り上がる時ってどんな時ですかね？そうですね。例えば皆さんがすごい好きなゲームがあって、でそのゲームを好きな人が相手だったら、多分皆さんもずっと話し続けられると思うんですよね。で、こういうふうに会話が続けられるっていうことは、たとえ文法がちょっと間違ってても、単語が出てこなかったとしても、その話題がある限りなんとか続くんですよね。で、だからいろんなことに興味があって理解がある人っていうのは、いろんな人と会話をできるチャンスを持っているということなので、非常に大きな強みだと思います。で、これは、語学を勉強するときにも大事なポイントかなと思います。で、最後は相手の理解の不足です。これは結構見落としがちなんだけども、外国語を話すときってやっぱり外国人の立場にある人の方が難しさを持っているというか、外国人の立場である人がやっぱり私の日本語まだまだだなとか、下手くそだから通じなかったなって思ってマイナスに評価されがちなんですけども、それだけじゃないと思ってるんです。実はその話し相手だからネイティブスピーカーの人ですね、彼らの理解もめちゃくちゃ大事なんですね。で、私はこんな経験をしたことがあります。ドイツに住んでいて、日頃外国人とたくさん会話をしている人、それから自分自身も外国語を勉強している人と会話をするときにすごく話しやすいなと感じるんです。
で逆に普段全く外国人に接しなかったり、その自分も外国語について興味がない人はさっきのビービテっていう何ですかっていうのをもう連発されるんですね。でそうするともうめちゃくちゃ自尊心が傷つくし、あと相手もだんだんこうイライラしてきて、もう会話が全く楽しくなくなっちゃうんですね。でこういったことがあるので、もちろん皆さんのインプット頑張ってアウトプットも頑張って話題見つけてっていう、その相手に対する努力っていうのはめちゃくちゃ必要なんですけれども、なおかつ相手が皆さんに対して理解しようと思ってくれたり、みんなが言いたいことはこういうことかなっていうのを予測する能力だったりとか、あとは根気強さですね。下手くそなドイツ語でもこう聞いてくれるとか、ちょっと間違ってても許してくれるっていう根気強さもめちゃくちゃ会話を続ける上では大事だと思っています。これが最後の理由になります。はい、ここまでネイティブスピーカーと話すときに緊張してしまうという2つの大きな理由と4つの原因について話しました。では一体これらを乗り越えるために何をすればいいんでしょうか。次は解決策についてお話ししたいと思います。私が考える解決策は3つあります。まず1つ目、シンプルにインプットを鍛えます。インプットはやっぱり何をするについても大事なんですよね。これがないと、さっきも言いましたけどもアウトプットができないんです。だからもうシンプルにもう地味なんだけども単語を勉強したり文法を勉強したりリスニングの練習したりするっていう学習はもうめちゃくちゃ大事なので、皆さんぜひぜひ継続してください。そして2つ目、これは間違えても大丈夫だなっていう相手とアウトプットの練習をするということです。で間違えても大丈夫な相手っていうのは人それぞれ違うと思うんだけども、私の場合は例えばドイツ語の先生だったりとか、あとドイツ語を教えてくれる友達、ドイツ人の友達ですね。なので自分の気が許せる相手だったら間違えたとしてもこう自信をなくしたりしないんです。間違えちゃった、でもまたトライしてみようっていう気持ち、こう前向きに頑張れるのですごくおすすめなんです。で、相手がネイティブスピーカーである必要もないんですよ。例えば日本語ノンネイティブスピーカー同士で日本語の会話をやってみるとか、そういうのもすごく役に立つと思います。私もよく例えばそのポーランド人の友達とかチェコ人の友達とドイツ語で会話をするんですけども、やっぱりネイティブスピーカーじゃないと少し気が楽なんですよね。間違えてもお互い様だし、で相手も間違えるし私も間違えるし別にいっかみたいな、そんな気持ちになるので、それもすごくおすすめです。ぜひやってみてください。で最後に3つ目、共通の趣味を持っている人を見つけてその人に話しかけることです。これはさっきの理由で話題が見つからないっていうのも話したんですけれども、これにもちろん直結していて、やっぱりその共通の話題を見つけると話しやすくなりますね。で盛り上がる、でそして楽しいって思う、でそれがさらに自分の自信につながって、よしじゃあ今度はもうちょっと違う人に話しかけてみようっていうモチベーションになると思いますので、ぜひぜひ共通の話題を持っている人と長い会話、長いチャットを楽しんでみてください。はい、今日はたくさんお話ししました。いろいろと話しちゃったんだけども、皆さんどうですかね。もうちょっと日本語のネイティブスピーカーと話せるように頑張ってみようかなって思ってくれたら嬉しいです。はい、またコメントで皆さんがどう考えてるかも教えてくださいね。ではでは最後まで見てくださってどうもありがとうございます。これからも一緒に頑張りましょう。バイバーイ。